次の総理大臣誰になると思いますか？理由もお願いします。僕が今のところネット上で手に入れた情報を客観的な、この情報間違ってたらもう全てずれるんでもいいんですけど、置いといていただいて、今のところネット上で書かれている情報でいくと、自民党の党員さんはほとんど事前投票しているらしいです。政治家とは違って党員さんね。で、党員さんというのは討論会の状況によって票が動くというのはまずないです。なので、初期の段階で党員票の支持率が高かった人が1位というのは多分変わらなくて、で、その人は高市さん。初期の段階でいくと党員票が一番高かったのは高市さん。で、今はなんか世論で、新次郎派閥とか、林さん伸びたとか言われてるんだけど、これはただもう事前投票した人は変えられないから、一般党員に関していくと、そこは影響力ほとんどない。じゃあ、議員が誰を投票するかっていうところでそこの影響がかかるんですけど、議員の今のところ1位が新次郎さんで、2位か3位が林さん、高市さんが争っていると言われていますと。調査によっては2位が林さんになるパターンがあったり、3位が高市さんってパターンと、2位が高市さん、3位が林さんっていうパターンもあるんですけど、どうやら議員票でいくと、新庄さん1位という状況ですと。このままいくと、多分決選投票です。いきなり過半数取って一人勝ちっていうのがちょっと難しい。新次郎さんは議員票が多いし、高市さんは一般党員票が多い。なので、決選投票になった時に誰に乗るかでいくと、残念ながら決選投票で高市さん勝つことはできないと思います。言うても自民党って保守派が多いんですよ。保守党とか参政党とかが極右的なことは言ってはいますけど、言うても保守なんですよ。言うても保守っていうのは過去と同じことを続けたいというモチベーションが強いということなんですよ。林さんにしろ、小泉進次郎さんにしろ、茂木さんにしろ、小林さんにしろ、連立政権で組む相手はどちらですかっていうのに、維新とか国民民主党とかっていう名前を挙げるんですよ。まあ想像の範囲内ですよね。高市さんは連立の相手として参政党と保守党って言ってるんですよ。参政党と保守党に投票するような自民党員はもう自民党員を辞めて参政党とか保守党に投票してるんですよね。なので多くの自民党員は言うてもやっぱ連立政権で保守党とか参政党が大臣になったりとか政権になったらまずいよねっていうぐらいは考えるんですよ。党員の中で全然いけるっす、参政党いけるっすっていう人いると思うんだけど、やっぱり議員って結構まともなんですよね。なので、決選投票になったとしたら、高市さん以外の方に議員票が集まるっていう感じじゃないかなという想像をしています。総裁選特番の MC が終わった今もう誰かを引きできるんですか？誰が総裁になるのがいいと思いますか？僕自民党員でもないので MC やるまでの間はなんか誰がいいよねとかって言うとまずいよねってなってそれ言わなかったんですけど、まあでもやっぱ経歴詐称はしてない人の方がいいよね。僕その英語の質問をした時に総理大臣が英語が必須ではないよねみたいな議論があったんだけど、いや別に僕も総理大臣が英語を絶対喋れなければいけないかというとそうでもないと思うんですよ。ただ今回総裁選出てる5人ってアメリカの大学もしくは大学院を卒業している人とアメリカの議会で働いていたという経歴を主張している人たちなんですよ。英語喋れなくてさ、大学卒業できるとか大学院卒業できるとかさ、連邦議会で働けるとかってありえないでしょ。なので、英語で喋ってくださいねって言って喋れなかったらそれはおかしいよねって話なんですよ。高卒です、英語喋れないですって人がいたとしたら僕は質問してないんですよ。それはやっぱ失礼になるからね。なので、いや、経歴で英語喋れるっていう経歴書いてるんだから、それは喋れるはずでしょっていう、ごく普通の質問をしたつもりだったんですけど、はい。これね、もうね、学歴詐称の定義になるんですよね。その国もしくはその大学が卒業したと言い張れば卒業なんですよ。僕がじゃあイスラエルの大学に卒業しましたと言い張ります。1日だけ通いました。でも、イスラエルの大学が西村博之は1日通ったので、うちの卒業生ですって言ったら、じゃあそれはね、イスラエルの大学卒業は正しいんですよ。大学というのは4年間勉強して単位を取って試験を受けて卒業するところですと。で、それで小池さんが単位を取って試験を受けて卒業したのですかって言ったら、それは違います。なぜなら小池さんは4年間通っていません。ただ、カイロ大学が
卒業したと言ったかどうかでいくと言ったんですよ。東京都知事がエジプトの人たちに対して優遇措置をやってるのが、なぜエジプトの人たちを優遇してるのか、今更っていうのだと、カイロ大学の時に卒業したという発言をしていただいたというので、お世話になったお返しということだとは思うんですけども、なので大学卒業とは何ぞやというのは、その大学が卒業したと言い張れば卒業したになるんですよ。まあでもその結果、東京都の税金でその国に便宜を図っているということになると、それのコストはいかがなもんなのかなというふうには思うんですけども、はい。逃げ切るのも実力の一つだからね。小池さんの秘書だった人が、千代田区の区長かなんかで、エジプト大使館に小池さんが卒業したということにできないですかねみたいなお願いしに行った人なんだよね。これはちょっと僕の勘違いかもしれないですけどね。そんな感じの人が確か千代田区で政治家やってた気がします。はい。っていうのがあったりするので、それも実力だよねって言ったらそうなんだけど、そうそう。まあでもね、大卒にするためのコストっていうのを東京都民が払ってるんだとしたらそれはどうなのっていうね。いやー、ね、高橋さんのジャパニーズバックはまあでも何も言わなかった小泉さんとか小林さんよりはまだマシである。英語を喋ろうという努力は僕は認めるべきだと思うんですよ。自民党総裁選の MC をやった次の日に、N 校っていうオンラインの高校の政治部のイベントで、夏野さんが司会をやって、自民党総裁5人に質問するってなったんですけど、で、その時にニューヨークから来た男の子で、日本語があまり得意ではないので英語で質問しますけど、いつ総理大臣になろうと思ったんですか？なぜ総理大臣になろうと思ったんですかっていう質問していて、で、その時に高橋さんはちゃんと英語で説明してたんですよ。when, いつ、why みたいな、何々みたいな言い方したんで、説明の仕方としては英語のネイティブというか、普通に日常会話で英語を使う人の説明の仕方ではないかなとは思ったんですけど、とはいえでも英語でちゃんと返そうっていうのと、あと一応その意味がちゃんと伝わるっていうので、僕はだからそこの努力は認めるべきだと思うんですよね。そういう意味でいくと、全然マシ。小林さんとかが実は英語喋れるんですよとかって言ってる方が僕まずいと思うんですよ。高校生が日本語が得意ではないので、英語で言ってくださいって言ったにもかかわらず、英語が喋れるのに、英語を喋らなかったっていう方が、能力の問題じゃなくて、お前性格悪くないっていう話なんですよ。英語がそんなに得意じゃない人が、拙い形で英語で喋るは、僕それ、心意気の問題でいいと思うんですよ。昔は喋れたけどもう何十年も経ったから喋れなくなるよねとかもやっぱあるんで、僕はその相手に合わせようとしてるっていう意味でいくと、高橋さんは評価するんですよ。動画見てないんだけど、リハックかなんかで小林さん実は英語喋れるかなんか自分で言ったらしいんだよね。喋れるんだったら言えよ。なんで高校生がさ、質問した時に英語で話さなくてさ、リハックでさ、おっさんの高橋さんの前でさ、英語喋れるんですよとか。どうでもよくない？高橋さん日本語で聞いてんだから日本語で返せばいいじゃんっていう。そこのね、僕人間性の問題がね、結構出てきたんじゃないかなと思ってるんですよ。小泉さんがね、英語喋れなくても全然僕は構わないんですよ。僕、英語本当に苦手でした。卒業したんですけど、苦手でした。すいませんって言って、日本語喋るんだったら、それはしょうがないよね、になるんだけど、喋れるのに喋んないとかさ、おかしくね、人として。っていうふうに僕は思うんですけどね。はい。総理大臣の必須能力じゃないんですよ。英語喋れるわ。ただ、経歴でさ、大学卒業とかさ、アメリカで働いてましたって言ってるんだったらさ、それは喋ろうとする努力ぐらい見えるべきじゃないのっていうふうに思うんですけど、はい、すいません。高市氏が一番マシで、党員削除、セバシになると日本が終わると思うんですが、誰に決まると思いますか？誰でも大して変わらんよ。誰がなったとしても、世界経済で先進国の経済状況が悪いというのは変わりません。トランプ大統領を御せる人がいるかというと、かなり難しい。安倍さんがなぜトランプ大統領と仲良くなれたかっていうと、やっぱり長期政権だったっていうのが強いんですよ。日本の歴史上一番政権が長かったのは安倍首相なんですよ。なので安倍首相がやると言ったことはやっぱりやるだろうね。権力もきちんとあるし、ちゃんと法律も作れるから、安倍首相の言葉は説得力もあるし、実現力もあるんですよ。でも今の自民党総裁が総理大臣になって、こういうこと、法律作りますって言っても、いや、お前、過半数議会で取ってないじゃん。法律作れないじゃんって言われたら、そうなんですよねってなっちゃうじゃないですか。安倍さんは自民党、公明党だけで法律が作れたんですよ。
なので、安倍さんがこの法律作りますって言ったら、作れるんだなって思うけど、今のじゃあ自民党総裁がトランプ大統領があって、この法律作りますって言っても、あっちの側近が、いや、こいつ作れないですよ。過半数抑えてないんでって言われて、なんだよ、口だけじゃんってなっちゃうんで、やっぱり信用されるのはすごく難しいんですよね。なので、基本的には誰がなってもほとんど変わんないと思います。誰がなっても日本は終わらないし、誰がなっても日本が劇的に良くなることはありません。だから、どうせだったら大きく変えてくれる人がなった方が面白いとは思うんですよ。小泉進次郎さんのお父さんの小泉純一郎さんっていう人は、郵政民営化っていうのを実現したんですよ。今の人だったら郵便局とか、その郵便貯金っていうのが民間って当たり前だよねって思ってると思うんですけど、昔はあれは公務員がやってたんですよ。で、ちょっと前は国鉄っていう名前で鉄道も公務員がやってたんですよ。高速道路のパーキングエリアとかも昔は公務員がやってたんですよ。公務員がやるより民間がやった方がサービスが良くなるし、競争も発生するからいいよねっていうのがあって、っていう感じにその物事を劇的に変えるっていうのがあるのであれば、社会が変わる可能性があるんですけど、僕が知る限り自民党総裁の中で何かを劇的に変えるっていう大きな絵面を描いてる人はいないので、まあ誰でも大して変わらんよねっていうふうに思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。